はいどうも、世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。ひろきメイクセンス。あっという間の日本滞在終わりまして、今回の動画から EPT バルセロナ編スタートです。やったー。前回 WSOP メインイベントに出場させていただきまして、45位という成績を残すことができましてですね、まあ立派だね。一応で横澤チャンネル第2章っていう形でね、やらせていただいてたんですけども、さすがにここで第2章は終わりですね。そうっすね。だってワンツーとかから始めてさ。そうなのよ。実はね、去年の WSOP 終わった直後は248を打ってました一応ここで振り返りじゃないんですけど、前回 WSOP 僕の収支実はですね、いくらぐらい買ったと思いますか？1000万は絶対勝ってんじゃない？50日間滞在させていただきまして、収支プラス25,402ドル。え？これガチ。2600万円取ったとか言ったじゃないですか、はい、その前めっちゃ負けてたんですよ、そもそも。しかも全然動画にできなかったんですけど、僕メイン出た後ハイステークスのキャッシュゲームの配信卓に3回ぐらい座って、はいはい、エーシーズ対エースキングでエースキングに負けるみたいなとかを何個か繰り返しまして。なんでいつもそうなのよ。実はメイン飛んだ後に1000万以上負けたんですよ。マジで？はい、こっそり負けてました、こっそり。なんなんだよそう言うと、なんだよ横澤大したことないじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけどもね、第2章の1年間やった収支は29万7401ドル、4000万以上になりました。いやマジで、本当に順調に、途中なんかちょっと怪しいところもあったんですけど、なんだかんだ言って4000万以上勝つことができて、この第2章はね、無事に横澤チャンネル史上一番多分勝った1年間だったというふうに思いますので、いい結果を残せたんじゃないかなと思います。というわけで今回から第3章ということで。第3章だ。私今回第3章のテーマを考えてきました。ありがとうございます。第3章はこれだ。やばい音聞こえるけど。うわー、なんだこれ。スーツケースがもう一個来たぞ。このスーツケースは僕の荷物ではありません。違うんですか？おはい死ぬザー。何やってんのマジで。以上です。以上ですじゃない。これ全部俺のトロフィーなんだけど。すごくない？こんなトロフィー持ってんだな。確かに。いや確かにじゃないよ。勝手に人の家から持ってくんだよ、こんな空港までわざわざ。あと俺こんなトロフィー取った覚えないんだけど、ライオンキングだからこれ。これはですね、はい、APT のトロフィーなくしたって言ってたんで持ってきました僕の家からっていうことでですね、はい、第3章のテーマはトロフィーハンター横澤でございます。おー、なるほど。トロフィーを取りまくるってことですね、優勝して。世界中のあらゆるトロフィーを集めまくるんだ。それはめっちゃいいこと言ってるわ。なんか第2章お金だったじゃない。1年間やった結論ちょっと違うなって思ったらぶっちゃけ、WSOP45 になった時もさ、俺誰一人としても2600万円なんて言ってる人見なかったもん。結局お金じゃないんだよ、多分ポーカーも。俺横澤が優勝してる姿見たい。最近優勝してないねマジで。そうなの。こんな優勝してたのにね、昔はね。やっぱ横澤が世界でポーカーやってる意味って、一番の意味ってやっぱ俺と一緒にポーカー広めることじゃない。はい、でその時にやっぱ横澤優勝のニュースが一番効果あると思う。絶対そうだね。だから来年のちょうどこの今頃、はい、この空港をトロフィーで埋めます。無理何万個取るつもりなんだ。そっか、はい、で第3章はこのトロフィーをとにかく増やす。なるほどね。トロフィーを取るということに横澤さんには、コミットしてもらいます。トロフィーを取るためにトーナメントに出る、はい、でもそのトーナメントの費用を稼がなきゃいけないって場合はキャッシュゲームしても全然 OK。 確かにキャッシュゲームやんないとトーナメント出れないからマジで。結構キャッシュゲームやることがトーナメント出る上でなんなら重要かもぐらい。半々って感じマジで。なるほど、どれだけたくさんのトーナメントに出てたくさんトロフィーを取って帰ってくるかっていうのが第3章のテーマです。でまずは EPT バルセロナということで。 EPT のトロフィー持ってないからね。そっか、欲しいね。第3章トロフィーハンター横澤始動します。これねめっちゃ重かった。いや本当に持って帰ってもらっていいこれ。ひろきが来ないんだよね今回 EPT バルセロナって。そうですよ。僕はですね、ルーツ大阪がオープンして一安心と行きたいところなんですけども、またさらにですねいろんな仕掛けを企画中ですので、EPT には行けません。参加だ。はい、トロフィーハンター横澤第3章頑張ってください。頑張りましょう。じゃあこのトロフィーは頑張って持ってって。じゃあ頑張ってね。いや無理。いってらっしゃい。ちょっとおいというわけで到着しましたですけど、到着早々下振れがえぐくてですね、実はポーランド乗り換えで来たんですけど、お金持ってるじゃないですか、ポーカーやるんで。申告したんですよ、ポーランドでいくら持ってるか書くところに、ちょっと念のため多めに書いといたんですよ。いくら持ってるかちゃんと把握してなかったんで、したら数えるから出せって言われて、多く書くのも違法だって言われて、職員の人たちが集まってきて、なんと8万7千円も罰金取られました。旅の最初からマイナス8万7千円スタート。結構な
なんですけど無事に一応バルセロナにたどり着いたということで、まずはホテルに向かっていきましょう。Poquito así, un poco. うんぽこうんぽこサグラダ・ファミリア。というわけで到着しました。ホテル SB イカリア SB イカリアどうですけど、というわけでチェックインしましたのでホテルに入室していきます。チェックインしました。こちらのホテルは1泊220ユーロなんで3万円超えです。高っ。会場から歩いて行けるところがいいかなって思って、ちょっと離れたところだとね1泊120ユーロとか130ユーロぐらいでちょっとミスりましたね。これは安いとこにしとけばよかった。一応見てみますか。お風呂きれい。お風呂トイレ一体型ですねこれ。なんか湯船に使うこともできそうですね。合格。高い。開始から罰金8万7000円取られて、ホテルも1泊3万円以上するわけじゃないですか。稼がなあかんなこれは。3万何千円14泊したらもうそれだけで40何万だもんな。めっちゃはねマイナスからのスタートなんでめっちゃポーカーします今回は。というわけでこの後はカジノに向かっていきたいと思います。レッツゴー。今回のバルセロナはちょっと作戦を考えたんですよ。2週間あるじゃないですか。でやっぱそのトロフィーをたくさん取るっていうのがやっぱ第3章のテーマってことで、トロフィーハンターなりのスケジュールを立ててみたんですけど、今日からの3日間はもちろんトーナメントも始まってるんですけど、参加費が安くて参加人数が多そうなやつが多いんですよ。基本的にやっぱトーナメントって参加費が高ければ高いほど出る期待値は高いわけよ。1000ユーロのトーナメントの時に得られる期待値が例えばじゃあ 30% だとするじゃないですか。そうすると300ユーロの期待値があって、で安くて参加人数が多いトーナメントっていうのは残った時に Day4 とか Day5 まで行く可能性があるわけじゃないですか。だから300ユーロ割るプレイ時間で、これが例えば10時間だとしたら30ユーロしか時給出ない。逆にこれが参加費がでかいトーナメントだと1万ユーロとかになるわけじゃないですか。それの例えばじゃあ 30% って考えたら3000ドルじゃない。だから同じプレイ時間30時間でも時給300ドル出るみたいな、ここの時給感覚っていうのも大事なわけですよ。だから第3章はトーナメントハンター横沢をやりつつお金もちゃんと稼がなきゃいけないわけじゃない。だからそこのバランスを考えるとこの3日間はキャッシュゲームを専念しようと思っていて、横沢トーナメントばっかり出てたらお金なくなっちゃうよって思った人もいると思うんですけど、本当その通りなんで、しばらくの作戦としては、結構1020とか2550とか立ってそうだったんで、キャッシュゲームでがっつり稼いでトーナメント代をで、4日目ぐらいから2200ユーロぐらいのイベントとかが増えてくるんですよね。出る期待値も高くなってくるんで、その辺のイベントを狙っていこうかなと。というわけでカジノバルセロナに到着しました。まずはメディアパスを手に入れたいですね。我々の撮影許可をもらってますのでメディアパスを手に入れて、あとはウェイティングリストに名前入れたいですね。これだ。まだテーブル立ってないけど1020が1択だけ立ってますね。これだから2050、1020、18番目、19番目。ちょっと来るの遅すぎたね。もうちょっと入ってたらよかったかな。結構暑そうですね。I'm good, thank you. Yeah, Please do photo for me, Mike. Thank you. ゲット。メディアルームにいる人たちみんな知り合いみたいな。というわけでメディアパスを手に入れたので、ちょっと会場を戻って見てください。こちら。すごくない？さっきのところも真ん中のところも全部会場っていう。なんだやば。今日のこの1100ドルまだ Day1 なんですけど1336円出てますね。確か Day いくつまであるんだっけな。 Day1ABCDEF みたいな5000人とか出るんじゃないですか。これらね出ません。人多すぎる。すごいね。これ多分なんだけど WSOP がメインイベントって参加人数最多だったじゃないですか。僕の45位だったやつ。僕の45位だった WSOP 参加人数最多だったと思うんですけど、今回の EPT 僕の予想ではこれを参加人数最大になると思う。人多すぎる。どう見ても歴史上一番でかい EPT になる可能性がある気がしますね。テンション上がるね。とりあえずじゃあしばらくはキャッシュゲームが多分呼ばれるまでだいぶ時間かかると思うんで、のんびり待ってください。ニューテーブルが開きましてやっと座れます。なんとですね4時間待ちました。えぐない？ PT バルセロナなめとった。というわけで2050プレイしていきたいと思います。全然テーブル4人知ってます。ニューテーブルが開いたんですけど絶対そっちの方がいい。なんかそんな役回りだな。持ち歩くのが怖いんですよ。変なチップ見てこれ。なんもわからん。
100、これが10、これ1万。 Paucas Morillo わ Castillo. かりづれー。というわけで2050プレイします。すっごいハイステークスに感じるわ。ベガスでいつもさ2040とか204080とかさ、なんなら50-100とか売ってるじゃない。なんかこっちの方が高く感じるわ、ユーロだから。というわけでバルセロナ初日。 Paucas 50 Bale. お疲れ様です。3時間ちょっとプレイしまして、もう 2,3 時間ぐらい頑張ってやろうかなと思ってたんですけど、体力の限界です。眠すぎる。結果マイナス13,135ユーロということで200万円負けました。エイシーズ VS キングスを一発食らって一撃で1万ユーロ分取られまして、きつすぎ。でもやっぱプレイすることが大事なんですよ。もちろんね、やんなきゃよかったなって思いますけど、長い目で見たらやった方が絶対いいんで、どっちかっていうと今日は稼働した横澤を褒めましょう。自分で頑張れ横澤、まだ1日目だ。ペイシェント。ありがとうございます。というわけで2日目なんですけど、予定通り、明日ぐらいまではキャッシュゲームメインでやっていこうかなと思っておりまして、今日は早めに来て名前入れました。1020の9番目と2050の7番目、これでね、もう立ってばすぐ座れるっていう状態になると思うので、スタンバイで横澤になろうと思います。ランチでも食べてちょうど戻ってきたぐらいに立つんじゃないかなと思います。というわけでレストラン足に来ました。 Yes, I'm ready. So thank you. うまっ、ちょっと夏バテ気味なんでアイス頼んじゃいました。見てください。糖分で攻めますのを起きろっつって、ちょっとやっぱ200万負けたのを多分体が受け付けてないと。今日の目標は昨日の負けを取り戻す。ちょっと1万3000遠いな。でも頑張ります。やっとテーブルが立ちました。全員プロです2050というわけで頑張ります。レッツゴー。
バルセロナ強いやつ集まってきすぎです。天下一武道会みたいになっててね、明らかにラスベガスよりレベル高いですね。でもその分やりがいはありますね。際どい駆け引きというかヒリヒリしますね。なんですけど今日なんと昨日の負け分取り戻しました。見てください、こちら全部5000ドル、これ2000ドル、1万5000ユーロぐらい勝ってます。よかったよかった、死ぬかと思ったマジで。初日から200万も負けで、今日はキングスに助けられた一日だった。気持ちよく寝れそうだ。おやすみ。ありがとうございます。バルセロナの3日目、カジノにこれから向かっていこうと思うんですけども、ちょっとですねスペシャルゲストが来てまして、カジノに向かう前にスペシャルゲストを待ちたいと思います。やはりですね金曜日なのでキャッシュゲームも非常に盛り上がると思うんですけど、昨日までの感覚としてですね早い時間があんまり良くない。いつもテーブルが2個テーブル立つんですけど、1択目が微妙で2択目が良さそうな時が多くて、テーブル移動禁止なんですよ。1回抜けなきゃいけない。だからなんかね早く行った人が損してるような気がしてて、今日はちょっと遅めに行こうかなと思って先にご飯食べたりとかなんだりしてからカジノに向かおうかと思っております。これスペシャルスペシャルゲスト来ました。ヨーロッパといえばこの人、渡辺さんです。ボンジョルノ。またですか、渡辺さん。スペシャルゲストがいるんですって言ってるくだりからもバレてます。あんま反応ないしね。はい、もう何も言わない。もうみんな何も言わなくなりました。なんかね、この辺に住んでる人に聞いたら、カジノの周りは観光客向けの店しかなくて、めっちゃ微妙らしくて、この辺まで来た方がいいって言ってました。これど真ん中じゃない？そう、ど真ん中、バルセロナ。来ましたよ、ここ。エルナショナル。ここです。ああ、これか。ほら見てみて、いろんなお店が入ってて、好きなとこ行けるよみたいな。まあ、フードコートの強化版みたいな感じですね。何が何か全然わかんないけど、ここにします。さあ、スペインに。ああ、いいね。スペインに。スペイン。薬だけには気をつけて。本当にそれ。ここはいいけど、街中でこれもダメだったね。携帯置きっぱなしよくない。いや、取られる。ご飯来ました。ハム。どうだろう。来ました、パエリア。ほら真っ黒、見て、イカスミのパエリアです。スペインといえばパエリアですから。おいしい。本当に日本大好き。ありがとう。どうぞよろしく。どうぞよろしく。ありがとう。お疲れ様でした。会計は113ユーロだけ。というわけで今日もポーカーしていきましょう。25番目。サンタカール。ちょっと遅すぎたかもしれないな。難しいバルセロナ。これは運の要素もかなりあるね。タイミングよくいいテーブルにすぐって座れる時もあるし、めっちゃ待って全然美味しくない時もあるし、まあもう早く座れた方がいい。座るわ。ジャパニーズスーパースター。すげえ。ジャパニーズスーパースター。Viene Yokosawa. 行ってきます。明日からはトーナメントメインになるので、キャッシュゲームは比較的今日までなんで1万ユーロ勝つぞ。おお。
終わる。疲れた。今日は一日中ずっとテーブル良かったわ。期待が来たね、EPT 始まった。やっぱ深夜の方がいいわ。キャッシュゲームやるなら夜。バルセロナの夜は遅い。ご飯屋さんもだいたい8時とかから開く店が多いんで、ご飯食べてポーカーしに来るって考えたら11時とかになるよね。というわけで最終でですね、キャッシュゲーム3日間の3075ユーロ勝ちでした。いい仕事しました。3日間プレイして5320ユーロ勝ちになりました。まあね、横澤チャンネルも5300ぐらいじゃもはやふーんになっちゃってますけど、最近ですから皆さん3日間でこの絵稼げたらお腹いっぱいだ。今日はいっぱい買って3日間いいポーカーができました。非常に満足、一本満足。バイ横澤カムサハムニダ Thank you very much。今日からついにトーナメントに出場します。優勝してトロフィーゲットしちゃいます。つらいトーナメントは5300ユーロメインイベント。何のために EPT バルセロナに来たんだ。メインイベント優勝するためだ。調子やと思います。トーナメントって夢あるね。優勝あるな。